友達が送ってきた廃墟巡りの動画。突然、友達 A から変な動画が届いた。どこかの森の中みたいな場所にポツンと佇む A を収めた映像から始まる動画は、長さにして約13分くらい。A は自撮り棒を使って撮影しており、やや高い画角から自分を被写体にして背景の森、そして大きく画角を動かしてどこかの廃墟らしき建物を映す。ちょっと怖いけど入ってみるわ。わずかに緊張した口調の後、A は木造なのか鉄筋なのかわからない黒ずんだ2階建ての一軒家の中に入っていった。最初は変な動画だなぁと思ってすぐ閉じようとしたが、A が映り、A 自身が廃墟巡りをする物珍しさに、俺はのめり込むようにして視聴を続けた。玄関は腐ってるのか、ギーギーと音を立てながら押せば簡単に開く。土間からすでに土草や何かのゴミが散乱していて、とてもじゃないが素足で上がるのがためらわれる汚さだったが、A は土足で上がり込む。床も腐ってるのか、A が進むたびにメキメキと音を鳴らして緩んでいるのが伝わってくるが、A は気にする素振りもなく、手始めにリビングを映した。遮光カーテンがかかっていて、ほんのり暗いリビング。家具なんかが置きっぱなしだが、どれもひっくり返っていたり破損している状態でひどいものだ。しかし、俺は窓辺の端、厚手のカーテンがこんもりと膨らんでいることに気がついた。よく学校でカーテンにくるんで遊んでいるやつがいるが、それと同じ感じで膨らんでいた。A は気づかないのか？何のリアクションもないまま、A はきびすを返して廊下に出ると、次に別の部屋に向かった。次に向かった部屋は6畳ほどの和室で、ボロボロに引き裂かれた畳や、引き出しが向かれたタンスがある。ここはカーテンがすべて閉じていたので、かなり薄暗い。だからか、A は用意していたライトで室内の細部を照らしていた。どれだけの埃が溜まっているのやら、乱雑に放り出された衣服なんかは、泥が跳ねたように汚らしい。特に物珍しいものもなく、A は和室を後にしようとした。だが、A がきびすを返す際、カメラが上を向いて和室の天井から縁をまたいで廊下の天井へと切り替わる瞬間、開いてた和室の天袋の暗闇に、スーッと人の顔らしきものが映り込んでるように見えた。うお。動画を見ていた俺は、思わず画面から遠ざかる。今のは見間違いか？よくあるドッキリ動画みたいでかなりビビったが、この時点で俺はあることを確信した。これは A が作った絶叫系ドッキリ動画だと。いつだったかドッキリ自負が流行ったことがある。何気ないシチュエーションの動画を見ていると、突然雲が画面に飛んでくるとか、ホラー画像が浮き出すとか、そういうのが流行った。A もそういうのをたまによこしてくることがあったから、久々にそういう系統の動画を発掘したのだろう。それも自作だ。最初のリビングのカーテンもポイントの一つに違いない。つまり、俺はここまででリビングと和室で2つのドッキリポイントに気がついているということだ。作り物だと分かればさほど怖くはない。全部でいくつあるかわからないが、なるだけ全部見つけてやるという意地で、俺は最後まで視聴することに決めた。和室を出た A は、一度階段をスルーし、廊下の先にあった洗面脱衣所にやってくる。
昔ながらの一面タイル張りの壁や床。そのタイルはほとんど剥がれ落ちていて、コンクリートブロックみたいな塊や粉が床に重なっていた。洗面所の鏡はいくつかの亀裂が入っていて、蛇口周りは錆で固まっているようだった。よく見かける素材不明のステンレスみたいな浴槽も錆びているが、風呂場にはなぜかこたつが立てかけられていた。平成初期くらいによく見かけた、めちゃくちゃ熱くなる網と熱源のやつ。やべ、懐かしいわ。俺も懐かしいと思っていたら、動画内の A も同じ感想を漏らしていた。そして、A が風呂場を出て、一度、洗面所を移して、廊下へ戻ろうとした際、俺は3つ目のドッキリポイントを見つけた。亀裂の入った洗面台の鏡。鏡に映った A の背後に重なるように誰かがいた。ほぼ重なっていて、一瞬 A がブレているように見えたが、よく見れば顔の輪郭とか、服の膨らみとかで誰かが重なっているのが分かった。A が振り返ると、後ろには誰も立っていなかった。リハーサルでもやっていたのかというほどスムーズだ。A が洗面脱衣所側から廊下を移すと、正面に玄関、左手にリビングの入り口があって、右手側に折り返して階段と和室の入り口があるんだが、リビング側と和室側から一瞬だけ人の顔が覗き込んでいて、ちょっと笑いそうになった。ただ、カメラのピントが合う前に、すっと引っ込んだので、はっきりとは追い切れなかったが、こういうのは心霊動画でよくあるパターンだ。きっとそういうドッキリを仕掛けてくると思って、注視していた俺に見逃しはない。そして分かったのが、A と他に、最低2人は撮影協力者がいるということだ。A は廊下を戻り、2階に向かう。階段を踏み込む音は、廊下より顕著だった。いきなり階段を踏み抜いて1階に落ちたりしないよな、と別の意味でハラハラしていたが、難なく2階へたどり着く A。2階は廊下を挟んで、左右に部屋が一つずつあるようだ。A はまず左手側の部屋に入った。ここも1階の和室と何ら変わり映えしないが、カーテンが引きちぎられていて窓も開放されているせいか、外の景色が見える。A が一歩一歩窓辺に近づくたびに、外が明るいせいで、部屋の中を映すカメラが逆光によって非常に暗く塗りつぶされていく。そのまま2階の窓から半身で外の様子を一望するように映すと、A は身を引くように数歩下がった。その時、逆光で暗闇になった画面が部屋の様子をスーッと映すんだが、壁面に真っ黒な人の形が一緒に浮き上がって、思わず、うおーい、と声が出た。やられた。逆光とか明るさを利用した演出を仕掛けるとは、A もなかなかやりおる。だが、その影は調光がちょうどいい具合になると、ふっと消えてしまった。おそらくこれに関しては、後で編集したものだろう。A はこの部屋を出ると、残る一部屋に向かう。もう一つの部屋は襖が閉まった状態だったが、A が取っ手を持って引くと、引っかかりもなく開いた。中は真っ暗だった。かろうじて廊下側からの日差しで、中の床の一部が見えるか見えないかという絶妙な暗さ。おそらく機材の良し悪しもあるかもしれないが、ほぼ何も見えない状態だった。暗いな、ここ。A もぼそっとつぶやいていたが、まさか窓がないわけではないだろうに、どうしてここまで暗いのか、
俺も疑問に思っていた。そこで A は思い出したかのようにライトを構える。数回カチカチと音が聞こえたと思うと、パッと光が放ち、画面が白く飛んだ。そして改めて他の色が浮き出ると部屋の中を映し出す。そこには画面を睨むようにして佇んでいる数十人という人間が密集して座り込んでいた。うわぁ。A の絶叫に共鳴するように俺も叫んだ。画面も飛び跳ねたようにあっちこっちに小刻みに震え出すが、もはや俺がスマホを振ってるのか、A が手元を震わせてるのかわからない状態だった。うわ、うわ、うわ。A は声にならない声を発しながら、勢いよく階段を降り始めるが、階段下の廊下、その左右の部屋の入り口から数人の顔が覗き込んでいた。全員が青白くニタニタと笑っているように見えたが、A は、はぁーとか甲高い声を上げながら盛大に足を踏み外して階段を転げ落ちる。めきめき、ドタバタ、ドスンとひどい音がしていたが、カメラが動いていたので、A がすぐに起き上がって走っているのは分かった。カメラは床を映していたが、A は絶叫というか、もはや雄たけびに近い声を上げながら、うおーと玄関を突き破るようにして外に走っていた。汚い床から草や土が移り始めて、俺も A が廃墟を脱出したことを悟る。カメラは一度青天井を映して白飛びしてしまったが、そのまま地面に寝転んだような横から見た構図を収める。右側に地面、左側に横向きの廃墟が正面から映し出される奇妙な構図。A の呼吸音が聞こえるが、俺はそれよりもカメラに映った廃墟に釘付けだった。少し距離があるからよく見ないとわからないが、家の入り口や窓といった吹き抜けの部分すべてから人が覗き込んでる様子が映っていた。しかもそのうちの何人かは妙に細長い腕を「おーい」と言わんばかりに振っていた。最後は怖かったなぁと少しバクバクしながら呆然と映像を眺めていると、最後の最後、目元だけがかろうじて見える人の頭のシルエットがぬっと画面端から覗き込んできたかと思えば、唐突に画面が真っ暗になって映像が終わった。最後の覗き込む顔にはもう全部終わったと思っていた分、今日疲れて声も出ないほどにビビった。いやあ、A はすごいの作ったなとちょっと感心しつつ、すぐに LINE に結構怖かったよ、よくできてんなこれと感想を送った。するとわずか2秒ほどで、お前どこ？と返信が来た。返信の速さは別の意味で怖かったが、俺は今家だよと送ると、また2秒ほどで、そこどこ？と返ってくる。なんだこいつ、何か気持ち悪いくらいに入り込んでんな。俺は A が俺を驚かすために役に入り込んでいると思っていた。すると A との LINE の画面が着信画面に切り替わったかと思えば、別の友達 B からの着信だった。もしもし。おう。俺 A、今 B のスマホ借りてる。A、なんでわざわざ B のスマホから。そう不思議に思ってると A はこんなことを言うのだ。実はスマホ落としてさ、悪いんだけど、一緒に取りに行ってほしいんだよ。はあ？今まで LINE で会話してただろ。
本当に何言ってんだこいつ、と思った。いや、今 LINE したろ。はあ？誰が？お前と俺だよ。はあ？はあ、は俺のセリフだって。A の猿芝居に乗っかるつもりもないので、俺が、お前から変な動画送られてきたから、それ見て感想を送ったじゃん。つか、よくできてたよ、と淡々と告げると、A は、動画？と見当がつかない様子で聞き返してきた。だから、会話がずっと噛み合わない感じだった。さすがに面倒くさくなった俺は、だから、廃墟で心霊動画撮影したんだろ。それを俺に送ってきたじゃん。結構怖かったよ。と強めに話すと、A は、いや、俺送ってないし、と消え入りそうな声でつぶやく。まだ俺を担いでるのかと思い、わずかに呆れた様子で鼻で笑ってやると、A は続けてこう言う。その廃墟で撮影はしたんだけど、そこでスマホ落としたみたいなんだよ。家の中にさ、すごいでかい虫がいて、ビビって逃げた時に落としたっぽいんだ。俺、虫苦手だから一緒に来てくれないか。頼むよ。虫、そんなシーンあったか？と首をかしげた。俺が見た限りでは、A は部屋の中にいた幽霊役の人を見て廃墟から逃げ出す芝居をしていただけだろう、と困惑した。そもそもスマホを落としたというなら、どうやって俺に動画を送るんだ。矛盾しているじゃないか。いや、スマホ落としたのにどうやって動画送ってきたんだよ。だから俺は送ってないって。つか、もしかして誰か俺のスマホ拾ってんのか？俺のスマホから連絡来たの？いや、まあ、LINE が来たよ。廃墟を回っている動画。あれはお前が撮影したんだろ？そうだよ。廃墟巡りしていたら、2階で虫の集団と出くわして逃げ出したんだよ。つか、俺のスマホ拾ったやつから連絡来てんなら、返してくれないか聞いてみてくれよ。A の口調は本当に焦っているようで、とても演技には思えなかった。つまり、A は本当に廃墟で心霊動画を撮影した後、そこにスマホを落としたということになる。で、その廃墟にやってきた第三者が A のスマホを拾い、中身を見た後に LINE を開いて、A が撮影した動画を俺に送ったということなのだろうか。俺は A に、ちょっと待ってろ、と言った後、A との LINE 画面を開き、すみません、それ友達のスマホなんですけど、もし拾ったなら交番に届けるか、直接返してくれませんか？と送った。仮に A が嘘をついていても別に構わないと思ったが、返信は相変わらず早かった。ここ。2文字のメッセージを添えて、あの廃墟の外観を写した画像が添付されてきた。ここって、友達がそこでスマホを落としたみたいなんですけど、そこに取りに行けばいいんですか？と送ると、ここ、と同じメッセージが返ってくる。もしかして、A のような廃墟巡りを趣味にした人種か、それともホームレス。そんな警戒心を抱きながら、俺は、わかりました。そこに取りに行くので、着いたら連絡します。と送ると、メッセージはないまま既読だけついた。ああ、交渉したら、あの廃墟まで取りに行くことになったけど。おお、早いな。マジ助かる。今からでもいいの？俺は別にいいけど、B も行くの？ちょっと待って。通話の向こう側で、A と B が喋ってる声が遠目に聞こえてくる。
一緒に来てくれるって、つか車で送ってくれるって。そりゃありがてえ。いや、マジ助かるわ。帰りにお前と B に晩飯おごるわ。そりゃありがてえな。どうやら B が車で家の前まで迎えに来てくれるそうだ。通話を一旦終えて、俺は外行きの服に着替えると、ベランダでタバコを吸いながら B の車が来るのを待った。10分もしないうちに B の車が来ると、助手席から A が手を振ってるのが見えたので、俺は部屋を出て下まで降りる。B の車の後部座席に乗り込むと同時に A から「マジ助かるよ」と大げさに拝まれたが、晩飯でチャラなと言えば任せとけと言われた。 B はそれで方面でいいの？小の橋渡った先の道と A に質問すると、 A はその道をずっと行くと二股に分かれてるんだけど、まあ行きながら説明するわと座席に深く腰掛けた。 B の運転に揺られてしばらく進んでいると、 A の言う通り二股に分かれた道が見えてきた。山側に続く道に入ると、だんだんと閑散とした農村みたいな場所が続いていく。そこからさらに家屋がなくなるまで峠を進んでいくと、舗装されていない脇道のような入り口が道路脇にある。ただし脇道は車が通れるほど広くもないし、舗装もされていないから木の根っこなどで道がデコボコしているため、とりあえず2車線くらいの幅がある道路の端に車を止めることにした。この奥にあの廃墟があるの？おう、多分俺らの足なら普通に5分くらいで着くかな。 A はそう言いながらシートベルトを外して車の外に出る。しかし B は、俺は車にいたずらされたくないからここに残るぞ、何かあったら電話してとシートを倒してゆったりとくつろぎ始めた。まあ車を出してくれている手前、いくら心細いと言っても A は B に強く出れないだろう。わかったよ、置いていくなよ。んなことせんよ。 A は念を押して B にマジで待っててくれよとお願いしていた。結局俺は A と2人で脇道を登っていくことになった。軽い登山だなと思いながら、動きやすいスニーカーを履いてきてよかったと安堵する。なあ、マジでドッキリじゃないの？だから本当に知らないって、マジで落としたんだよ。道中俺は未だ確信できていない気持ちから A に本当はドッキリなんだろと何度も問い詰めたんだが、 A は知らないの一点張りだった。ちなみに送られてきた動画は A と B に見せていない。何か A が頑くなに自分が送ってないって主張し始めたあたりから妙な予感がして、もう一度再生するのが怖かった。 A の言う通り5分くらいで動画で見た廃墟の前に到着した。午後3時を過ぎているせいか、随分と陰気な雰囲気を醸しているが、ところどころ明るい陽光の照り返しで眩しくもあった。その眩しすぎる陽光のせいで影はひときわ暗かったが、ちょっと連絡してみる。早速俺は A の LINE に到着したという旨のメッセージを送った。すると2秒と経たず、中と返ってくる。返信早。 A の感想に俺も同意だ。しかしなぜ中に入らないといけないのだろう。まさか中に大勢の仲間が待機しているとか。
そんな不安を A に相談してみると、それはちょっと怖いな、と眉根を下げていた。ひとまずスマホに備わってる通報機能の準備でもするとして、本当に中に入るのかと A に再度確認する。てか、普通に声かけたら返してくれないかな。すると A は少し廃墟に近づいてから、すみません、スマホを落としたものですけど、今家の前にいるんで返してくれませんかと叫んだ。もしかしたら B にも届くかもしれない声量だったので、仮に密閉状態の室内にいても聞こえるはずだ。しかし廃墟の中からのリアクションはない。その代わりと言ってはなんだが、 LINE に「中」と催促のメッセージが届いた。ちょっとキモいな。じゃあ俺が中に入るから何かあったら助けてくれ。ここまで来たらもう中に入るしか選択肢はない。 A は自分が中に入ってみるから、何かあったら助けに突撃するか警察を呼ぶか B の応援を頼むと頭を下げた。 A との付き合いは5年にも満たないが、こんなくだらないことで嘘を重ねるような人間ではないことは分かっている。もちろん俺もここまで来たからには花から一緒についていくつもりだ。俺も行くよ。もし変なやつだったら2人の方がいいだろ。マジ助かるわ。お前はそれしか言えんのかと思いつつ、 A が先頭に立って朽ちた玄関を開いた。動画で見た光景そのものだったが、実際に見ると雰囲気が段違いだ。マジでホラー映画の世界に迷い込んだみたいだし、冷たい空気の感覚や家中に染みついた変な匂いが鼻にくる。お前よくこんなところ一人で入れたな。俺、虫以外なら結構平気。 A の中では変な輩や幽霊なんかよりも虫が最上位で苦手みたいだった。すみません、どこですか？ A が叫ぶと数秒後にメッセージが来る。2階。そのメッセージを見て A はうげ、よりによって虫がいるところじゃん、嫌がらせかよと心底嫌そうな顔をしていた。ちなみに俺も心底嫌だった。だって2階の右手側の部屋、あそこの中に A は虫がいたというが、俺が動画を見た限りでは別のものがいたわけだ。なあ A、 お前2階の右側の部屋で虫を見たの？おう、ライトをつけた瞬間部屋中にうじゃうじゃしていて心臓が止まるかと思った。俺は少し間を置いてからもう一つの疑問を尋ねてみた。お前一人で来たの？おう。俺は少しうつむきながら A が階段を上る後ろに続く。 A がドッキリを仕掛けていたり嘘をついていなければ、俺に送られてきた動画の方がおかしいということになる。もし本当に A が一人で廃墟を巡っていたなら、ところどころに映り込んだ人影は仕掛け人じゃない、本物ということになるんだが。ああ、何か怖くなってきた。そう不安になっていると、すぐに2階に到着した。左手の部屋の入り口は開封されていて、覗いても誰もいないことがわかる。つまり、A のスマホを拾った人は右側の部屋の中にいるということだ。俺が2階に着きましたと送ると既読がつくのみ。返信来ねえ。
初めからいなかったんじゃねえの？もしかしたらスマホを拾ったやつにからかわれたのかもしれない。そう疑った矢先、カリ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 。俺たちは反射的に物音がする方に振り返った。そこは廊下と部屋を隔てる襖。その中からカリッと妙な音が鳴っていた。中にいるっぽくね？マジかよ。この中に虫ワンサカいたんだぜ。やばいって。A は虫を想像して鳥肌を立てているが、俺は動画の内容を思い出して蒼白になっていた。マジでどっちだ？スマホを拾っただけの人間。本物の幽霊。A とは違う焦りを浮かべながら、俺は A が、開けるぞ。虫いたらマジで助けてくれよ。頼むぞ。と小声で言い寄ってくるのを無言でうなずいた。A はライトをつけて、勢いよく襖を引いた。中は動画のように真っ暗だったが、A はすかさずライトをかざす。動画と違って白飛びする時間もなく、すぐに光が当たった部分があらわになる。A がライトをさっと部屋を見渡すように振れば、中の構造がある程度視界に飛び込んできた。押し入れ、畳、砂壁、昔ながらの四角いランプシェード、そして畳の上に無造作に置かれた A のスマホ。俺たちはすぐには中に入らなかった。A はおそらく虫を入念にチェックしているのだろうが、俺は動画で見たものを警戒するように、ライトが当たっていない暗闇を注視していた。それにちょっと酸っぱいような匂いが部屋に染みついていて、生理的に中に入ることを躊躇してしまう。虫いないよな。いないな、臭いけど。A が恐る恐る部屋に入り始めたので、俺も気は進まないが A に続く。A のスマホは画面が光っていた。A がスマホを拾い上げると、どうやら俺との LINE 画面のようだ。見つけた。画面を見ながら A はそんなことを意味深につぶやいた。よかったな。俺がそう言うと A はこれとスマホ画面を俺に向ける。A のスマホを覗き込んでみると、入力欄に見つけたと入力された状態だった。子はもしかして家のどこかに隠れてんのかな。俺も A も不気味に思いながら部屋の押し入れに目がいった。まさかこの中に隠れて様子を伺ってるのか。互いに顔を向けて、どうする？開ける？やめとけって、と小声で押し問答していると、押し入れの中からカリカリと音が聞こえてきた。やっぱ中にいるって。いいからこのまま帰ろうって。あくまでも小声だが、俺たちは冷静さを欠くように話し合う。A のスマホを見つけた喜びと、部屋の中に何もいなかったあっけなさで、部屋に入る前に聞こえた音をすっかり忘れていた。押し入れから聞こえる音は虫が這うような音ではなく、明らかに人為的な音だった。いや、まだネズミとかの可能性もあるので確実性はないが、それでも押し入れの中に何か生き物がいることは確かだ。妙な気配を強く感じる。俺は A のスマホも戻ってきたし、もう帰ろうと提案するのだが、A は、ここまで来たら、どんな奴が俺のスマホを拾ってお前に LINE したのか気になるだろ、と、ちょっと俺の気を引くようなことを言って説得してきた。正直、
どんなやつが A のスマホを使って俺に LINE を送り、そこどこと俺のいる場所を特定しようとしたのかは気になってた。どっちみちやばいやつには変わりないだろうが、 A は人間相手なら俺に任せろと意気込む。開けてネズミやらムカデが飛び出してきたらどうすんだよと思いつつも、まあ A と二人がかりなら最悪どうにかなるかと甘い考えに至り、俺は A の提案を飲み込んで押し入れの中を確認することに決めた。一応体格の良い A が身動き取れるようにライトは俺が持つ。俺がライトを押し入れに向けて A が押し入れの襖を思いっきり引くと、中には二段に分かれた空の内装があるだけで中身は何もなかった。拍子抜けと言わんばかりに俺と A は深くため息をつく。虫も人も幽霊もいない。じゃあ何の音だったんだと思いつつも B が待ってるし帰るかと A が振り返ったので、俺もきびすを返してだなぁと顔を上げた。そしてすぐに俺たちは足を止める。顔を上げたまま硬直しわなわなと震え上がる。廊下からはわずかに日差しが入り込んでいるのだが、入り込むのは光だけではなかった。逆光でくっきりと浮き上がった人の頭が縦長の入り口の枠のあらゆる角度から覗き込んでいた。足元から天井まで頭部のシルエットが部屋の中にいる俺と A を覗いていた。わわわ。隣から震えて声にならないのか A のうめき声のようなものが聞こえた。俺も叫びたい一心だったが、喉が閉まっているかのように声が出せなかった。それでも力いっぱい腕に力を込めて隣にいる A の腕を引っ張ろうと思った。特にそれで何ができるとか何も算段はないが、無我夢中で A にすがろうと思っていたのかもしれない。虫以外は平気なんだろう A。 そう思って震えながらカクカクと隣の A に振り向くと、そこには知らない顔があった。一瞬顔かどうかわからなかったが、数秒でそれが逆さまになった顔だとわかった。長い髪を床いっぱいに垂らしていて老婆のような顔立ちだった。どこからその顔が出てきたのかと首をたどれば、押し入れの中の天井裏から上半身を乗り出すようにして俺と A の間、ちょうど俺たちの顔の高さに位置する場所に顔を忍ばせていた。俺がその顔に気づくと、どうやら A もこっちを見ていたのか、今度こそ悲鳴を上げた。うわー。それと同時になぜかこの部屋の襖が閉じられて一気に視界が暗転する。俺たちはパニックになった。明かりつけろって。うわー、おわ。A の土星に近い声に従ってライトで部屋中を照らすが、照らす場所すべてに人影が佇んでいた。正面を照らせば背丈のまばらな人影が数人立っているし、横を照らせば壁側にも数人の人影が立っている。A を照らせば A の背後にも数人の人影が立っているし、押し入れを向けばあの老婆が天井から逆さまにぶら下がってこっちを見ていた。ああ、もうダメだ、漏らす。そう思った刹那、突然誰かが目隠しをするような手のひらのシルエットが視界を包み込み、俺の目を押さえる。やめ、ひー。実は幽霊ではなく、怖い輩の人たちだった。とっさに思ったのは、裏社会の人間に連れ去られるのではという恐怖だった。とにかく
幽霊なのか怖い人たちなのか、俺にはどっちなのかもわからないし、どっちでも怖いのは間違いないので慌てふためいていた。ああ、俺の人生、ここで終わる。そんなことを思っていると、遠くから、おーい、A という B の声が聞こえた。俺はこれが最後のチャンスだと思い、B と全力で叫んだ。血管がはち切れるかと思った瞬間、血の気が引いてさーっと頭の芯まで冷めていく。あ、血管切れたかもと思った瞬間、B の2階かーという気の抜けた声を聞いたら、安心したのか眠るように意識が遠のいていった。そして次に目を覚ますと、B が俺の体をゆすっていた。おい、起きろって。B。頭が少しクラクラするが、俺は2階の部屋の中で倒れたみたいだ。俺がここにいるということは、B があの集団から助けてくれたのだろうか。俺が頭を押さえながら起き上がると、B が、おい、大丈夫か？なんか叫んでたけど、と不安そうに見てきた。A は？ひとまず A も無事なのだろうかと確認してみると、B が俺の横を指さした。A も俺と同じように倒れたのか、すぐ隣で仰向けに寝ていた。あいつらは？あいつら。次に部屋を覗き込んでいた奴らや、部屋の中にいた奴らをどうしたのか聞いてみると、B は首をかしげた。気を失う前に B が来てくれたかと思ったが、記憶違いだったのかと思い、B に、あれ？ B が助けてくれたんだよな、と聞くと、B は、何から？と質問を質問で返す。俺、どのくらい気を失ってた？多分、5分もしないくらい。B の話では、車で待機していると、尿意を催したので、車から降りて小道で用を足していたそうだ。そこで何か俺たちが向かった脇道の方から、小さいが俺や A の悲鳴が聞こえたから、気になって廃墟まで登ってきたという。玄関が開いていたので俺たちがこの中にいると思った B は、とりあえず他人がいたらまずいと思って俺たちがいるかどうか玄関から声をかけると、俺の全力の叫び声が聞こえたから2階まで上がった。そしたらこの部屋で倒れている俺と A を見て、大丈夫か？と駆け寄ると、本当に気を失っているようだったから、今まで体をゆすって起こそうとしていたそうだ。いや、マジで救急車呼ぼうかと思ったわ。B は半笑いでそう言ってたが、俺は B が2階に上がるまでに人とすれ違わなかったのかと疑問に思った。他に誰かいなかった？いなかったけど。マジか？俺が気を失う前、B が2階に上がるまで、誰ともすれ違わずにすぐにここまで来たことが本当なら、俺と A が見たのは人間ではなく、幽霊ということになる。そうなると、俺の LINE に動画を送ってきたのも幽霊ということになるが、それから、俺は B と一緒に A を叩き起こすと、A は、あれと記憶もおぼろげに部屋の中を見渡し、眉間にシワを作りながら、あれと不思議そうに首をかしげていた。ちなみに、押し入れの天井を調べてみたけど、あの老婆が出てこられるような天井裏への入り口や隠し部屋はなかった。そしてなぜか、A にはその時の記憶はない。スマホを受け取りに、この2階の部屋の前まで訪れたところまでは覚えているようだが、中に入ってからの恐怖体験はきれいさっぱり飛んでいた。
だから俺が B に隠れてこそこそと部屋で見たこと B に話すかと耳打ちしても何かあったっけと返されて困ったものだ。倒れた時に頭でも打ったのかと心配になったが、もしかしたらあの人影の集団や老婆に何かされたのかと思うと追求しづらい。特にミイラのように目元がくぼみ土色になった老婆の顔が真横に現れた光景を思い出すと今でも縮み上がる。まあ A のスマホを取り返すという当初の目的はクリアできたし、その後は気が乗らないものの帰りに A のおごりでファミレスでごちそうになった。ただ A も大事なところは記憶がすっぽ抜けているので B には部屋の中での出来事は話していない。だから普通に2階のあの部屋に A のスマホが置き去りにされていたとごまかした。トラウマになったのもそうだが、こういうのは関わらずに早く忘れた方がいいと思った。だから A との LINE は1回退出して履歴をリセットしている。しかし A と B と別れた夜に A から「そういやそこで撮った動画送るの忘れてたわ」という内容と例の廃墟巡りの動画が再添付されてきた時はマジで切れそうになった。動画は見ずにスルーしたが、そもそも A にはあの動画が普通の動画に見えるのだろうか。俺には心霊動画にしか見えないので二度と見るつもりはないが、A が他の人にもあの動画を送ったならもう俺の手には負えない。さすがにもう関わりたくないというのが本音だ。